そうそう、こっから多分ね。さっきよりすごくない？ちょっと無理。初めて見たんだけど、このうどんの列。いただきます。ガチみかんが多分入ってる。ここが一番いいんじゃない？今回の旅の香川の旅の中で。ああ、でもほら見て、結構高いんじゃない？まあ今回ね RV パークね、こうやってねいっぱい行ったからこそだね。知れたね。30軒目の香川県に入りました。来ました。朝やで。あ、お友達とか先に今もう出たみたいな最後に送って我々も支度します。しっかりお家に帰って、そう気をつけて運転する。2人とも運転するからこの大きさ。じゃあまた。いえいえ、とんでもない。またやりましょう。バイバーイ。じゃあまた気をつけて。よし、とりあえずダンプ、それからグレー全部オールリセットだね。はい、ここもやってやりましたよ。これでもうあとは3日間香川帰宅だからもう3日もないのか。ないよ。明日が最後だ。明日そう今日香川、明日香川で最後も出ちゃうから、ということでラストの県これから向かいます。いい場所だったな。そうだね、ここシーサイド M めちゃくちゃ良かったね。おすすめ。ただね、もうね結構予約がすごいみたいなんで、そこだけはね。でもうちもキャンセルでね空いたからね。そういうの狙うしかそうないよね。ネット予約もできるからね、随時確認してもらえると嬉しいです。すごい良かったです。素敵な場所でした。じゃあ出発します。はい、行きましょう。よし、出発だぜ。撮ってくれてる。ありがとうございます。ちなみにオーナーさんはあちらです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。とてもいい場所で、そうめちゃくちゃいい人だった。そうオーナーさんたちもね、親子でね、多分やられてて、ね、やられてて、すごいね優しくて、すごい雰囲気がいい。ね、本当に人柄もいいけど、この場所もすごくいいし、すごい綺麗。本当だこんな感じでね、このシーサイド M はね本当に良かった。ね、素敵な場所だったよ。夜もさ、そう星もねちょろっと見えたし、なんかで多分ね昨日の雲がなければもっと星も見えたもん。そうでもそれでもね見えるぐらいねちゃんと空も澄んでたし、何よりねここね大きいフェリーが飛んないらしいんですよ。だから波がね立たない全然ですごい静かな海の音しか聞こえないっていうね。穏やかだったよね。そこがねすごいいいポイントだった。ここはめっちゃおすすめの RV パークだった。ぜひサウナもご一緒に。そうね、サウナやられる方はね絶対いいよね。ね、またこっちに来た時ぜひ遊びに行かせていただきます。それこそ広島の旅とかいいかもしれない。そうだね。で今日はこの後は120キロぐらい走って最後の地に、もう佳境ですね。そうこの旅も佳境で記念すべき30軒目だね。昨日調べた30軒目。おお。30軒目の香川県、おこれから向かいます。香川はね、パパ仕事で1回だけ出た来たこと。
仕事でね。仕事でね。でその時はもうすぐ帰っちゃったから、全然そんな観光とかじゃなくて、本当に仕事の先、出張先行って終わったみたいな。で今回、香川に観光で行くっていうのは初めて。で、今日は天気いいから、もうあそこ行っちゃうでしょ、高谷神社。行きます。あそこはね、写真撮る人だったら絶対知ってる。すごい階段の上にある神社。で、鳥居とね、街が見えるみたいな。あ、そうなんだ。すごいね、綺麗なね。一応シャトルバスで出るらしくて、シャトルバスの駐車場に向かっちゃう。あで、そこに車を置いて、そのままシャトルバス乗って、高谷神社の上の方まで行けるらしい。あ、なるほど。その方が絶対安全牌っていうか、車もほら通れないと嫌だから。そうだよね。で、じゃあ、が撮った RV パークもそのちょっと先だから。じゃあ今回はその周辺で。そう。で、完結できるから。あ、すごい海綺麗。いや、いいよ、いいよ。こういうね、島のロケーションっていうのはね、本当に今までなかったから、キャンピングカーのね、やっぱ醍醐味。こういうところに泊まれるってとこなんだね。気楽にね。いいね。島って感じだもんね。よし、じゃあ。で、また橋を渡って、ね。向かいます。高速乗ります。まあ、ここから一旦また岩張市内というか、中に入って、それから街かな。景色がすごい綺麗、このしまなみ海岸。綺麗な場所だったな。お隣の博多島へ。あおお、あ、素敵ね。綺麗ね。いや、穏やかだったな。ご注意ください。博多島へ。博多の下で。ここは大島大橋。綺麗だね。あ、ここはさ、降りれるんだ。これ歩いていく人だけかな。ね。下に降りる。でもなんかあれしたよね。大三島からもフェリーに乗って、うさぎの島行けるっすよ。言ってた。360円ですよ。こっちにあったんだね、そのうさぎのやつね。最後の橋かな？一番でかい橋かな。で、これね、意外なのが、こんだけ高い位置にこんなにでかい橋なのに、風が全然ない。あれもないもんね、風速計みたいな。確かに。横風注意とかあれもないもんね。こっから第二大橋だ。こっちすんげえフェリー行ったもん。あっちが阪急フェリーとかああいう系のフェリー。めっちゃフェリー行ったもん。ゆっくりしてもよかったね。あ、これ島と島の間にあるから123なのか。1個に繋がってるように思えるんだけど、あー、バイパスしてるってことね。間に島があるから、うん、それにかかってて第1、第2、第3みたいになってるのか。そういう見方ね。ご注意ください。でこの先ね、一回ね、あれなんだよ、高速降りるっていうか、多分違う高速なんだよ。あ、そうなの？繋がってないみたいな。すごいね。フェリーめっちゃいる。1回料金所？ここで料金所で、一回下道。はい。また違う高速に入りました。から愛媛を横に今度走ってって香川に入るみたいな。よし、30軒目の香川県に入りました。来ました。入りましたよ。ついに30軒目。やっと30軒目。あと17県と府があるね。そうね。プラスアルファの北海道。半分。何年かかってんだろうな。じゃあ今年は四国。だから四国のピースはこれで全てが揃いました。あと 2.3 このなんか琴引パーキング多い。そこに止めるの？そこに止めて、そこにシャトルバスが来るのかな？よいしょ。これをおー曲がって、いいのね。これを斜めに2本。世界のコイン館とかある。ここからその銭形展望台で、ここから入れるの？で、世界のコイン館なんかすげえ混んでそうだね。ね。
これ。およそ200メートル先、目的地付近です。え、どういうこと？なんかすげえいっぱい車作るとこ。あ、シャトルバス乗り場って書いてあるじゃん。ここに止めろってこと？うん。マリオか。ちょっとね、先にチケットを買わなきゃいけなかったんで、シャトルバス。なんちゃらコミュニティセンターで急ぎだし。ここだね。これ、ここかな。よし、とりあえずね、今、チケット買いに来たんですが、もうね、3時以降しかなくて、3時以降に行っちゃうと、まあ見て帰ってきたりなんだかんだで、多分4時とか5時になっちゃうから、そうするとね、他のとこ行けなくなっちゃうんで、ここはね、カットします。で、代わりに砂江の方行ってみよう。隣にあったから。いや、これを見る限りさ、ここをなんか突き抜けてった方が早いってこと？広場の向こうじゃない？そういうこと？この砂江の中は立ち入り禁止らしい。ね。それはまあそうだろうね。崩れちゃうもんね。じゃあ、あっち側からちょっと見れそう。こんな感じらしい。やっぱ上から見た方が全体的にあれなんだね。現地から見ると、わからないよね。ただなんかデコボコしてんなぐらい。なんかやっぱ展望台に行って上から見るとちょうどいい角度なんだろう。はい、ちょっと今回は激混みすぎて行けんかったかな。ここは明日朝一で行ってチケットを取る感じでリベンジしようかなとは思ってる。そうね。で、そこのなんだっけ、銭形だっけ、展望台上がるのも結構なんか道中がきついんでしょ。結構きつそうな感じ。そのリスクを背負ってまで行く必要はないかなっていう感じ。まあうちはキャンピングカーだしね、安牌にね、リスクを背負わないということで。まあロープウェイとかもあったんだけど、ロープウェイまでの道がまだ結構過酷な道だったり。そうそう。まあここね、こっから登っていく感じだよね、さっきの。そう。まあでもまあせっかくできたから、うどんは食べようか。そう、うどんだけ今食べに行こうかな。なんだかんだ言って12時半ぐらいだもんね。そう、割と今日移動してるから。うん。で、うどん食べるとこの近くにスーパーとかあったから、買い物と、まあ、あとうどん食べてみたいな。うどんはさ、どこ食べに行くんだろう。なんだろう、美味しそうなとこがあったから、で、ここから割とから4キロ近いから、あ、そういうことそこで行く。もうなんかね、想像つくよ。ちょっと着く前から混んでる。渋滞がやっぱすごいね。ね。やっぱお盆真っ只中だったね。ねえ。だからまだ前半は良かったかも。前半は意外とね、かずら橋とかやっぱ空いてたもん。空いてた。ほんまや、アンパンも。アンパンも早いの。いいんじゃない。ここもなんか讃岐うどんとかで。ね、だからまあちょこちょこあるんだろうね。田植えのシーズンなんで。ママなんかすごいよ。うわー、あれ。うわ、右のやつか。そう、あれだ。ちょっと無理なんじゃないこれ。初めて見たあんな列。うわ何や、どういうことちょっと無理。初めて見たんだけど、このうどんの列。これね。ここに行こうとしてた。目的地うわ音声案内をお疲れ様でした。すごいね。すごいね。あれはちょっと衝撃だったわ。一旦あれだね。ちょっと一旦考えます。はい。ハローズで買い物。もう大変本当に。ハローズって香川の店？ちょっと入れそうなうどん屋さんに入ろうかなって。こだわりメニュー。そうそう。だからそこは行けそうじゃん。変に路地を入っちゃうと怖いよね。ね。田んぼ道になっちゃうから。今日うどんかなって書いてある。そういう気分だね。はい。じゃあ、我ら、あそこのセルフうどんこだわり麺屋にもうめんどくさいので入ります。ちなみに、うどん県にチェーン店です。はいだから香川のチェーン店です。ということで、ちょっと最も中間の味だと思われる。駐車場に入ります。本当だ、3時までだね。で、混んでる。それでも混んでる。さあ、ちょっと入ってみましょう。
ママはカレーうどん、うーちゃんはきつねうどん、パパは釜玉で揚げ物。いただきます。熱い。上にそこあるからメガネが曇っても何も見えない。まあ無難に美味しかったです。どんなもんなのかわかんないから普通に美味しかったんだけど、それが比べるものが分かんないから何とも言えないよね。安かったね。安い。今日はもういろいろ諦めてるから、まあ、夕方に秩父ヶ浜は行く。そこだけはね。で、まあ、そこは見るんだけど、それ以外は特にもう予定がないから、もう先にチェックインしちゃう。だからね、12時からチェックインできるっぽかったから、もう今行っても大丈夫だから。なんかそこね、マリーナなんでね、ニオマリーナって動画で紹介してる人がね、さっきねざっくり調べたのいなくて、もしかしているのかもしれないけど全然発見できなかった。どんな感じの？それ多分ヨットとか置いてあるんじゃないだから、まあ、とりあえずチェックインして秩父ヶ浜はもうねそこからすぐなの。車でもう多分5分とか。じゃあ結構手ぶらな感じでパパッと行けるはずね。ただ歩いていくと距離あるから車で行かなきゃ。なるほどね。で、なんだあれみかんくん。でさえせ半分タイヤよ。みかん。この辺が秩父ヶ浜かな。なんかビーチが車いっぱい。すごいね。ああいう感じなんだ。さあもう間もなくニオマリーナ RV パークです。あ、これか。これを左に回るニオマリーナおよそ100メートル。ヨットオプション。あ、ちゃんとでも書いてある。これ RV パーク。ワイン食堂だってかな。なんかすげえな。こんなワイン食堂なんてある。シャワーはどこなんだろうね。ねえ、すごいよね。でもなんか維持費がすごそね、これいくらするんだろうね。うね。もうそうだけどさ、こういうところにさ置いとくっていうのがまずさ、これでかいな。1階がマリーナ受付だって。とりあえず1階ここの中入ってだね。はい、受付してきました。ここね、シャワーがあるんですけど、なんか10月から3月までは8時半から5時で、そう、シャワーがね、ちょっと早いんだよね。出入りするのがちょっと夜間はめんどくさそうっていう感じです。値段は3000円と安いは安いけど。とりあえず1回 RV パークの方に動こう。狭いね、見た感じは。合っとるよね。でも入り口これだから合ってんだろうね。その小屋何？トイレ。わかんない。トイレだ。トイレ。なんかすごいあれだね。インストリート。じゃあ RV パーク着いて1時間ちょっと休憩してました。爆睡してました。まあ割とね、なんか今日暑かったし混んでたし、秩父ヶ浜一回どう行こうか。そうね。でちょっとお風呂入りに行って日本の海に行ってきます。行ってきます。ここだけ細いんだよね。ね。さあ一旦出発です。よいしょ。なんかね、トイレがね、和式を改装して洋式にしましたみたいなトイレ。改装っていうかもと和式のまんまや。和式に乗せたってやつ。そうそうそう。ああ、それはちょっと嫌だな。受付が空いてれば多分あっちでトイレ行く。そう、あっちが多分全然綺麗だと思う。受付も5時半までだっけ、まではいいと思うんだよね、すごく。でただこのね、ナビ見ても分かるように秩父ヶ浜まで 1.5 キロだから、それはねメリットだと思う。多分なんかそんないるの混み始めてるね、駐車場。だから多分いい駐車場。早めに来た人があそこに止めてて、もう満員車だからこっちに来てんじゃないの。すごいね。香川県って人すごいね。すごい揺れる。よし、じゃあ無事ねここ止めれたから。臨時駐車場だね。多分急ぎてメインの駐車場が多分入れないなと思う。
すんげえ人いた。海を見に行くのか人を見に行くのかっていうぐらい人がいた。こんな感じ。どこで撮れんだろうね。まあ反射しやすいとこ探すかだな。奥の方はね結構人がもういるけど、多分ねこの辺かな。この辺は意外と空いてるし、あそこ反射してるんじゃないかな。で意外とね反射した絵が撮れるんじゃないかな予想です。今回はねちょっと重たい機材持ってきたから、こっちの50ミリをね使おうかなって。そうか、日の光がねこっちだから。カニじゃないこれ。カニいる？カニじゃないこ噛まれない。大丈夫だよ。ないよ。ゆっくり歩いていく。カニも歩いてる、ほらカニ。これなんかね下がすごいねボコボコしてる。波打って。まだここまで波が来るってことなのかな。行くよ。まあまあ撮れたんじゃない。どんな感じで撮れてるかはね動画で確認できるから。じゃあ人多いんだけどさ、まだ人全然いっぱい来るからね。そうそう、こっから多分ね、さっきよりすごくない？いやこっからこの今ほらこれぐらいに落ちてきたから色が入るんじゃない？ただね結構もう引いちゃってるから、これはなんか時期によるのかな。波が立っちゃうんだよね。写真を撮りたい人は人がいない日に行った方がいいと思う、やっぱり。ちなみに今どれぐらい人がいるかっていうと、こんなんよ、こんなん、あの辺やばいよ。この一直線上とんでもない数の人がいるからね。この中で撮るのはマジで至難の業よ。どっちかっていうとね空綺麗なんだよね。みんな海ばっかり撮ってるけど、ここから見るとすごいなんかさ、とりあえずさヤドカリとカニがすごい。うん、こんなにいるのってぐらいね。まあとりあえず戻りましょう。はい、ほら駐車場うちは見てごらん。さっき入った駐車場やとんでもない渋滞で、香川県すごいね人。ちなみに先ほど入った駐車場は今こんな感じで大渋滞です。僕らが来た時はここはスムーズに入れたんだけど、今ではこんな感じです。ずーっと並んでる。じゃあはい出発です。なんか慌ただしかったですが、もう7時か。早いな。その温泉のところでご飯があったらもうそこで食べてていいんやない。いいかな。で今日の食材明日使ってじゃん。そうしよっか。すごいね、ほらこれねもう7時だからね。7時でこの状態だからね。すごいなんかここから見るぐらいがちょうどいい。これが一番綺麗だよ。めっちゃ綺麗だよこれ。なんかね Google マップで見たらこの道すんげえ狭く見えたんだよ。なんか全然余裕だけど。これ食べとこっか。よし、これどこが温泉？あ、それ右側？施設がすごい大きい。ここが一番いいんじゃない？今回の旅の香川の旅の中で。ゆうや。これ美味しそうなんだよ、かき氷。どれ？かき氷。じゃあ乾杯。ババつまみメニュー適当にパラパラ。ふーちゃんはメインハンバーグ。よし、じゃあご飯食べましょう。じゃあそれぐらいだったら食べきれるんじゃない？ね、柔らかいですよ。自分でこうやってちょっと冷めてから食べたら。パパは瀬戸内レモンジュース。ママは山崎のハイおすげえな、ダイレクトレモン。ね、ヤンニョムチキンが来てこれで終わり？割とお腹いっぱいだよ。ちょうどいいかもしれない。うーちゃんがすごいパパに対して怒ってましたよ。露天風呂いっぱいあるんだよってパパに言われたんだって言って、いざ露天風呂に行ってみたら半分以上が水風呂でした。サウナがあったから。むしろサウナしかない。それでうーちゃんが露天風呂いっぱいって言ったのに嘘つかれた、パパの嘘つきって言って怒ってた。
最後の感じですけど、とりあえず RV パーク戻りましょう。はで RV パークに戻るときね、裏口から戻らなきゃいけない時間になっちゃった。いね。一応正面から行ってみるけど多分開いてないから裏口から行く。さあどっから入るんでしょう。しかも暗いと分かりづらいし、今街灯がね RV パークの街灯消えてますとか言ってたし、ここが今閉まってる。いや開いてるね。目的地付近でここが閉まってるはずなの。そういうこと10時以降いや8時以降っすよね。たまたま今日開いてるのかもしれない。街灯が確かにないね。ですねちょっとトイレ確認しに行ったんですけども、街灯にですねものすごい量のカナブンバシャ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 セミね。セミとカナブンだったよ。バシャ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 っていうのと、あと手洗うところがあるんだけど男子トイレ女子トイレともに水が出ないっていう。出ません。でほらうちはまだキャンピングカーでさ、トイレあるからね。トイレもあるしシンクもあるからいいんだけど、なんかねそうじゃない人もいるじゃん。あのトイレはでもちょっとね今まで見てきたいわゆるストリートスタイルだねっていうのをちょっと超えてるよね。なんかほぼサバイバルで使いたいとは思えないっていうかさ、サバイバル系だね。あれちょっとキャンプ場でもなかなかああいうトイレないかな。いや場所的には RV パーク三郷の湯の方がもっと森林の中だったけど、ちゃんと対策はそうあそしてたよ。こはちゃんとしてたから網やつけたそうちゃんとそういうのがねあんまり入りづらいようにはなってたけど、そうだね電源取るだけの人だったらいいし、車の中で全て完結できる人だったらいいなとは思うけど、それ以外の人はおすすめしません。昨日はねすごいいい RV パークを紹介したからこそ余計にちょっと目立つかなっていう、今回ね RV パークねこうやってねいっぱい行ったからこそだね、知れたね。何を今までねそう RV パークって実はあんまり行ったことないんだようち。行ってもさいつものとこしか行かないじゃん。決まったところそうしか行かないから実はあんまり行ったことなくて、その辺がね今回今までとね違う角度から見えたんじゃないかなっていう。あとね車で過ごす時間もね別にどこの RV パーク行っても電源さえそれで取れてれば一緒だから車内はね変わらないからね。そうっていう感じでデザート食べようよ。食べよう。人混みをかいくぐって買ってきた道後温泉のチーズケーキです。プニプニしてる。結構でも混んでたよねあの店。なんかこれはあれだね、ソースついてるね。ソースっていうかシロップね。なんだこれなんか布に包まれ何中身？本当だ。チーズケーキだよ。中身そんなの。なんかシューマイみたいな。いただきましょちゃんはシロップをかけます。これってこれをちょっと押せばいいんだよね。パパのお手本で。う。好きな量かけりゃいいんだ。もう普通に全部かけちゃえばいい。それあれなのかな。これが味付いてるってこそうかも。こっちは多分中に入ってるけど、と？あママのはないの？ママのは中に入ってみるからかんっていうかあれが入ってる。いただきます。美味しいかな。ガチみかんが多分入ってる。取れない。もっちりしてる味。もっちり。食感はもっちり。どうやって食べるのが正解なの？もっとほらもううちに全部入れちゃおうかな。でも甘さ控えめでいいんじゃない？いちごミルクはザいちごミルクだな。いちごミルクの中のいちそれいごミルク。ちごミルクだった？いちごミルク本当だ、いちごって書いてある。ミルクだ。よしじゃあ車でのんびり過ごしましょう。これだねコーヒーとか飲みたくなる味だねこれ。はいじゃあもう今日は寝ます。じゃあおやすみなさい。おやすみ。おはようございます。うーちゃん起きて。おはようございます。今日はもう朝からね、ちょっと移動しないといけないから。よし、じゃあね、今日はもう早めに出発です。こんな感じで閉まってんだね。あ、扉開いてるんだ。じゃあ鍵だけポスト入れてきて、で出れるんだね。そういうことか。了解。それだったらまあまだいいね。
返却し終えて、で、あそこが開放されてるから、あそこから出ると。ここがね、夜間出口になるのかな。多分ね。ここからこういう感じで、多分元の道に出れる。ここが閉まってる。だからそこから出る。じゃあ今日はこの後、今時間が7時45分で、8時半からチケット販売開始だから、そこにかける。朝一で取れるか。もうそれで12時とかだったらもう諦める。ね。このバスの販売が開くのが8時半。で到着が8時20分前後だから、で乗れても多分20人ぐらいだろうから、逆算すると先着40名に入らないとあれには乗れない。昨日からこの辺うろちょろしてる。うろちょろしてる。あ、でもここ、いるね。結構いるね。並んどるわ。とりあえず並んでおけばいいでしょ。ちょうど開いたわ。すげえな。いけるかな。行ってきます。もう警備員さんいますもんね。なんとか無事に買えました。9時半。高い。高級なバスや。じゃあ無事にね、チケットも買えたんで、時間まで待機。シャトルバス乗り場はね、ちょうど今見えてるバスが止まってるあそこからなんで、それまではね、待機してます。今はね、時間8時40分だから、まあ1時か、50分、40分ぐらいかな。まあ、こういう時ね、車キャンカーだと楽が。40分ぐらい待たなきゃいけないから、みんな目標としていた9時半。車でゴロゴロしてる。まあ、こういう時ほんといいよね。外暑いよ結構、もうすでに。そうでしょうね。だからなんか暑いから、上はそんなに滞在できないって言ってたよ。多分30分ぐらいが、限度。そうみんな暑くて降りてきちゃうんですよ。でもまだ朝一だからいいかも。日中はさ、もっときついと思うよ。よいしょ、じゃあパパもいろいろ準備しよう。よし、じゃあこれからバス乗って酒屋神社上まで行ってきます。もうちゃん20分ぐらい。でもほら見て、結構高いんじゃない？道すごかったね。おお、こっからでも景色綺麗。すごい道を通さあれはちょっとキャンカール通りたくないね。通れるって言われてもちょっと嫌だね。道幅も狭かったけど枝もすごいもんね。ね、勾配がすごいんだけど。頑張れ頑張れ。日頃の運動不足が。せやで。頑張って。一番若いのにね。ダッシュダッシュ。一応ここにトイレはある、山頂に。あと自販機。あ、ほら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 見えたみんな並んでるから。ね。おお、すごいね。暑かったね。中なんだ。無人なんじゃない？そういうこと？うわ、これ珍しいね。ここに入れるんだ。人があんまいないところはそうなるんじゃない？ここ？あれ、下どっから来てんだろうね。すごいやつ。あと9分ぐらい。あ、御朱印がそういうことね。ここに売ってるのね。お前、御朱印が売ってる。で、そっちは普通のやつ？そう。でもなんか丸まってて。あ、頑張れ頑張れ。もう時間ないからちょっと。急ぎ目で。乗ります。あと数分で来ちゃう。駆け足気味で。行きましょう。よいしょ。800キロぐらいある。そろそろね、帰宅しますよ。もう10日間ぐらい出てるからね。
いよいよ帰宅。で、距離が799キロ。まあ、最後に行きたかった場所には行けたんでしょ、パパが。そうだね。高谷神社は行けたから。写真撮りたかった場所に。結構でもさ、なんか滞在はほんと30分ぐらい。暑いしね。バスがさ、そう。乗らないとさ、行きと帰りのバスの人数もさ、なんか合わなくなるからあれなんじゃない？じゃあ行きましょうかね。もうね、この後はどっかに寄り道ってことは基本ない。ないので、まあ道中どこかでお昼ご飯食べるからぐらいだね。そう。ここは行かなくてよかった。あ、そう、ここね、本当かどうかわかんないんだけど、たまたまそのコミュニティセンターでチケット買うときに、係の人が教えてくれてて、その後ろにした人かなが、いや、昨日ね、車で行ったんだけど、結構道が狭かったから、次行くなら歩いて行きます、なんて言ってさ。聞いてたら、前にキャンピングカーが来て、なんか行けなく、なんだろう、詰まっちゃうっていうか、入れなくて、みたいな。でもう、で、ほら、すんごい道細いからね。オムニバックで。で、それでね、すごい渋滞になっちゃって、みたいですね。それ、どっかに借りといてよ。行かなくてよかった。マジ意外とね、そういうナイス判断もあって。で。ね。まあそんなこんなだけど、高谷神社はでもすごい良かった。並ぶのは大変だけどね、チケット買って。リベンジはできたのでそうよかったです。すごい良かったね。景色はとっても良かった。ということで、じゃあね、今回の最後の香川編もね、香川はちょっとあれだったね、行ったり来たり大変だった。大変だった。なんか、あんまり観光もできなかったね。うん。最初にさ、そのコンピラとかあっちの方行っちゃえばよかったんだね。ね。ここだけでちょっと心残りはあるけれど。まあでもまあそれもね、思い出は思い出なんで。今回のね、四国旅、徳島、高知、島と高知、愛媛、最後に香川。この4県ね。全部で10日間ぐらいかな。旅で言うと。まあ、今日も多分泊まるから11日間。うん。 11泊12日って感じ。四国旅はね、これで一応完了。でまあ、今回はね、全国制覇の旅だったから、まあ、なるべくね、こう、メジャーなところというか、観光地をね、中心に回ったけど。まあでもね、結構良かったよね。思ったより。天気ほら最初さ、全部崩れるって話だったからさ。そうだね。それを考えたら全然良かったから。天気の割には観光もできたのには。まあ、あとは今回やっぱこのさ、真夏の旅ってさ、お盆の旅初めてじゃん。初めて、今までなかったバッテリー問題。容量がとか充電がとかいうよりかは、まあ、発熱と、この気温そうね。やっぱ暑いと走行充電が遅くなるっていう、負けちゃうっていうか。うんうん。っていうのも今まではね、ちょっとそこまでね、真夏に何泊も出なかったから、これね、10日間とか出ると、それが浮き彫りになってくるっていうことが分かったから、まあその辺はね、すごいね、今回の旅で学びだった。これキャンピングカーもう7年乗ってるけどね、まあなかなかね、いろんなシチュエーションがあっていろんなトラブルも起こるから。で、旅自体もね、前半はね、ほんとかずら橋とかすごい良かったし、四国や徳島すごい良かったね。また来たいね。ポイントを絞って。そうリベンジ。できなかったところ、リベンジしたい。今回だからね、シーサイド M のさ、大三島とかさ、うん。で、この後多分また通るであろう淡路島とかさ、ああいう島系いいよね。島でなんか車中泊っていいなと思って。やりたいね、また。そういうのはね、ちょっと全国制覇とは違うところでまた、ローカル旅みたいなところでやりたいな。うん。はい、ということで、今回のこの四国旅は、ここでね、終了ということになります。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。で、この後ですね、帰宅編はまた別の動画で800キロ走ってね、帰りたいと思うので、そちらもね、ぜひ見てもらえると嬉しいです。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。